かつて人類の歴史はこの大地から始まった。文明が生まれるはるか以前、この地で人類は生き延びるためだけに生きていた。その時間が今も止まったままの場所がある。彼らの名はハッザベ。そして彼らが挑む最大の獲物、それがサバンナ最強クラスの知能と攻撃力のある獲物を相手に手にする武器は弓矢のみ。このサバンナで失敗は許されない。生きるか飢えるかの世界。やばいわこれ。今まで一番過酷かもしれんな、このはかり。僕たち人類が忘れかけていたものは何なのか。今回は人類の原点とも言える生活へとタイムスリップしてみます。来たぞ。来た。いや、あそこや。はい、皆さん、What's up? バッパーショートでございます。現在は東アフリカ、タンザニアに来ております。ここタンザニアはですね、石器時代から続く世界で最も原始的な狩猟採取生活を行う部族が今も住んでるとのことで、今まさにそこに向かってる感じです。今回は超過酷なサバイバル生活ということで、サポートにですね、樹くんが来てくれてます。頼みます。お願いします。はい。で、通訳にですね、イノセント君が来てくれてます。Hello, how are you? How do you see the landscape of Tanzania? Yes. You like it? Yeah, it's awesome, man. It's a beautiful country. Okay, so right now we're going to visit the Hadzabe tribe. Yeah, we're going to spend some days with them. We will join them. Awesome, Okay? で、今回はですね、ほんま久々のサバイバル生活ということで、ほんまアドレナリンがみなぎってます。アルーシャを出発して目的地までは車でおよそ5時間。ハッザベ族の暮らす場所は地図には記されていないので、道の途中で人に尋ねながら彼らを探します。さて着きました。ここがですね、サバンナのど真ん中のハッザベ族が住む場所でございます。いや、辺りなんもない超辺境の地でございます。ここに住んでるって聞いたけど、家みたいなんが見当たらんぞ。どこに住んではるの？あそこか。すごい、すっごい岩の下に暮らしてはりますね、今は。Wow. Halo. Waktu itu kuku. Koko. Bisa tak kasih nana. Oh ya. Koko. Anak bawah. Wow. Buat tatu kuku. Koko. Hi, how are you? Anak kuku. Koko? Anak kuku peri yangu. Yes. Kuku banyak aikana kana bekon uman. Yes. すげえな。Kuku peri yangu. Maroba mzunga. 耳にですね、めちゃめちゃ響く感じ。で、それが、彼らのランゲージだそうです。彼らが話すのは世界でも最古の言語の一つとされるハッザ語。独特なクリック音を使って会話するそうで、このサバンナでこのハッザ語を話すことができるのはわずか500人しかいないそうです。全く何言っとうかわからないですけど、すごいランゲージですね。That's those three different. How do you say hello? Anak bawah. Anak bawah. Yeah, anak bawah. This is hello for men. Okay, what about the thank you? Ube air. めちゃくちゃ難しいです。これ多分今まで語学いろんなとこ聞いてきたんですけど、多分これが多分一番難しいと思いますよ。このランゲージ、クリックランゲージ。ハッザベ族はタンザニア中部エアシコ周辺で少なくとも数万年にわたって暮らしてきた。この地は約190年前、最古の人類の一つホモハビリスが生活していた場所とも知られており、彼らは現在に至るまでその生活様式をほとんど変えることなく受け継いできた。ハッザベ族に関する最初の記録は19世紀末、
アフリカが列強によって分割され、現在のタンザニアがドイツ領だった時代のもので、その頃から彼らの存在が外の世界に知られるようになった。しかし2023年時点で彼らの人口はわずか1300人ほどと、現代社会の影響を受けながら存続の危機に直面しており、そのためハッザベ族はアフリカ最後の狩猟採取部族と呼ばれているそうです。彼らって、ね、年齢とかあるんかね。 How old are they? Actually, they don't know exactly their age, but they don't count it. Right. A lot of them are teenagers. Teenagers, right? ハッザベ族はですね、獲物に応じていろんなとこね移動しながら生きてるっていうことで、今たまたま見つけた場所が今回このね石の下っていうことで、ここに拠点を置いて生活してるみたいです。すごいですよ、これめちゃめちゃうまいこと、石があるおかげで雨とかもしのげるというね、もうほんまこれが石器時代の生き方という、やばくないですか。ハッザベ族の暮らしは農耕や牧畜を行わず、狩りや採取を中心としたとてもシンプルなもので、20人ほどの仲間同士で集まった小さな集団で生活をし、また部族同士で争うことはないそうです。そして狩りの対象となるのがアンティロープやシマウマ、イボイノシシ、そしてあらゆる鳥類。言ってしまえばサバンナにいるものは何でも獲物になるそうです。So what kind of like animal is this one? Amako. Amako, okay. Abuko abichini. Neko. Neko, it's a Japanese. So why they wear this one? Because this is helping them for camouflage purpose. Ah, camouflaging. It's going to be easy, or it's going to be difficult for the wild animal to recognize them. I see. That's why they're wearing. さて明日はですね、実際に狩りに参加するっていうことで、今からですね狩りの準備をね教えてもらいたいなと思います。What kind of food is like a biggest food? It's like most delicious for you. Neko. That's a baboon. Shukuji. Masalatea. Neko masalatea. Uko abiche abotano. 彼らが狩りで使う武器は手作りの弓矢のみ。そしてこれらの矢は狙う動物によってそれぞれ使い分けるそうです。Hamana akanabe hazane udundu ako. Okay. Ako udundu kababda kalimo pukulule. Okay. Bastapo. Bamko akukuru. Kukuru. That's a corn, eh? Yes. Hamana akanabe hazane cricket iyako. Ako cricket kababda kalimo masalate. This is for intelligence. Ukabiche botano. Intelligent animals. Wow. Atalanta bichi yako. Sharp this. That's the opposite. Oso. See this baboon and monkeys. Koten what? Fuagwe kuso. Ison. Aya guaka na iso pot. Beso ama kwaso. Okwago kuso. Question auta kuku. Hamana akanabe hazane kadani yako. Hako kadani ko triki yako amana wa inaona. Kwene ichikwa kwene. Isonde. Chiaka yako kalpaka koloko dule. Oh. Messi. Kobo kalimu akasume. これらの矢尻はダド家族と呼ばれる別の部族から調達するそうで、ハッザベ族は通貨を使わず、採取した蜂蜜や毛皮を物々交換することでこうした道具を手に入れるみたいです。クリックランゲージでさっきも説明してくれたんですけど、こう毒をこの矢は毒を使います。でそれがこうで、体に染みてきて、ここで毒ってパタッと死ぬみたいな、なんかすごいね、その言語は分からないんですけど、すごいなんか分かったような感覚になるんですよね。すごいですね、このクリックランゲージっていうのは面白い。What was the most dangerous experience you had? Kuwatata koko kusangana na koko chanje kwa mwaka ezaka ya sasa shecheva na koko sawa ni kana koma kada tishina fubata ta koko chanje tia mo koko
皆さん、これが本来の人類の生き方ですよ。いや、俺もサバイバルのために学ばなあかんな。はい、今回はですね、NordVPN さんからの動画提供ということで紹介させてください。いつも本当にありがとうございます。VPN とはですね、インターネット通信を暗号化して IP アドレスを隠すことで、オンライン上のプライバシーや、個人情報を守ってくれるサービスで、旅やですね、外出先でフリー Wi-Fi はほんま便利なんですけど、最近は正規の Wi-Fi になりすました悪意のあるネットワークも増えてて、誤って接続すると第三者に通信を除かれ、個人情報やクレカ情報が漏れる可能性があって、そんな中ですね、NordVPN は簡単に安全なVPN に接続できて、ネットスピードも高速。さらにね、脅威対策プロ機能で怪しいサイトやウイルスをブロックしてくれて、広告の追跡も防止してくれます。万が一ね、ウイルスをダウンロードしてしまった場合でも、後から削除できたり、またね、空港券やホテルは国によって価格が違うことがあるんですけど、僕は VPN を使って接続国を変えて最安値を探して予約してます。概要欄のリンクから登録すると、2年プランが大幅割引、プラス4ヶ月延長もできるみたいなんで、インターネットを安全に使いたい人はぜひチェックイットアウトしてみてくださいということで、Back to the video。狩りに向かう青年たちは腕を上げるために、このように日々弓矢の訓練を行っているそうです。まず見てください、これ弓矢のスピードめちゃくちゃ速いですよ。速い、しかもめっちゃ命中してるしよ。めっちゃ上手やん。僕も少しでも狩りに貢献できるよう、実際に弓矢に挑戦してみます。めちゃめちゃ面白いです。見てください、これめちゃめちゃ硬いサボテンなんですけど、サボテンをめちゃめちゃ突き刺してしまってるという。むくも一苦労。そう、彼がですねリーダーみたいなんで、ちょっと今からですね彼の実力を見てみたいなと思います。He's a leader, right? Kótate, Coco. Coco. Wow. Just.そう、明日からね、この広大なサバンナで本物のサバイバル生活が始まりますということで、まだまだね、学ばなあかんことめちゃめちゃいっぱいあるけど、なんとか獲物を取りたいですね。はい、ということで今回の宿はちなみにこんな感じでございます。で、トイレはですね、この広大なサバンナ、自分の縄張りを取ってやってくださいということみたいです。いや、もうすごいですね。人々の生活が原始的。もう夕日が降りた瞬間、もう根に入るというね、なんと原始的な生活なのか。で、このサバンナでの明かりが全くない星空、めちゃめちゃ綺麗でございます。ということで、おやすみ、また明日。はい、ということで皆さんおはようございます。今から狩りスタートっていうことで行きたいなと思います。Yeah, right now we are going hunting, and the leader is in front of us. Okay. And he is walking with his dog. Yeah. And he is looking for the footprints of animal. Okay. And also dogs can smell where animal are they. So we use hunting together. いや、もうなんかハンティングも急に始まってめちゃくちゃ速いし、歩くスピードも。これがサバイバルライフか。
最大のターゲットである野生のヒヒは体長は60から90センチ、体重は20から30キログラム、最大で50キロにも達することもある大型の霊長類で、ヒヒは数十頭、時には100頭規模の群れで生活をし、特にオスは筋肉質で鋭い犬歯を持ち、ひとたび噛みつかれれば重傷では済まないサバンナ屈指の高い知能と攻撃力のある超危険な野生動物。ヒヒを仕留められるかどうかは季節に左右されるそうで、今は雨季が始まる直前で、ヒヒは食べ物が少なくなる時期に備えて、より活発に動き回るようになると言われているのですが、見つけられるかは運次第。僕たちが取材できるのはわずか2日ということで、その間にヒヒを果たして仕留められることはできるのかってことで、先を急ぎます。いや、なんか始まったっぽい。なんか始まったっぽい。バブーン No? Oh my god. Apple, Ada China go perang. 急に走り出すからなんか思った。いやもう多分彼らからしたら小動物なんか取るなんか朝飯前なんやろな。もう軽々と取っていきよるわ。すごいな。いや気合い入れていかなあかんな。サバンナにはですね、危険な動物ライオンとかもおるって聞くんで、自分がね逆に襲われるかもしれん。みんな獲物探し出したらもうめちゃめちゃ猛ダッシュで走っていくんで、めちゃめちゃはぐれやすい。しかもこのねサバンナのど真ん中なんで、もしはぐれたりでもしたらほんま一生帰られんと、聞いた話によると子供とかはねよく迷子になってそのまま亡くなるとかっていう話もあるみたいです。絶対はぐれられんぞ。ハッザベ族はこのように口笛でお互いの位置を確かめ合いながら獲物を追うみたいです。でこれなんで長袖の服着てるのかというと、アフリカもトゲトゲまみれで、もう服とか長袖とか長袖も着てなかったらもう切り傷まみれになっちゃうというね。このサバイバル生活で病気や怪我は決して珍しいことではない。そんな時頼るのがサバンナに自生する様々な植物だそうです。Okay, so this tree is known as Commiphora africana. Okay. And it has stuff like a cream. And this cream is used to smear the body. Yeah. But if you have some brushes in your body, Yeah. you can use it. If you smear it, then you'll be cured. You can see. Right. It's like a cream. Creams. Yeah. Okay. Oh, nice smell. We call that wild deciso. Oh, So it has a liquid, and then if you have a problem in your stomach about maybe poison Yeah. or venom, you'll be cured. Then you'll feel stuff like diarrhea. That's the method of remove waste product. So they don't go to hospitals. No, I don't go to hospital actually. They know almost every plant which is a traditional medicine. Right. Yeah.さっきアンティロープに遭遇したんですけど、犬が追っかけてるところ早すぎてもうカメラでは追っかけられんすわ。でも失敗です。やばい、いつきくんとはちょっとはぐれちゃったって感じですね。どこ行ってもたんやろ。大丈夫かな。犬が木の上に何か獲物を発見したみたいです。発見したのはブッシュベイビーと呼ばれるサバンナに生息する小型の夜行性動物。強い跳躍力を持つ逃げ足の速い動物です。
Oh yes. What is this one? Koko parang usah caca koko parang kokoちょっとこれは多分皆さんコンプライアンス上見せれないと思うしね。うわ、すごいな。Biarkan aja apa saya aku usai aku kata isinota aku kata kuku iya ya mas 見た感じ、弓は撃ったら、その弓をですね、回収しに行かなあかんっていう感じ、やっぱり貴重なんでね、彼らにとって弓も。で、最長で約30メートルぐらいのとこまで、弓を放てるっていうことで、まあでも基本的に10から15メートルの獲物を取るのが一番取りやすいということで、そこをね、いつも狙ってるみたいです。2時間ぐらいハンティングしたんですけど、今日は残念ながらバブーン見つからなかったっていうことで、とりあえず一旦、戻るかなって感じです。また機会があれば明日かなっていう感じなんですけど、ただどうやろう、バブーンもやっぱり自然の生き物なんで、簡単にはやっぱり捕まらないですよね。今見てたらですね、男性と女性はもう常に別でおるっていう感じで、男性はこっちでね戯れて、で女性は向こう側で戯れてるっていう感じです。男性が狩りをするのに対して女性は子育てに加え野生の野菜や果物などを採取するのが仕事だそうです。サバンナの中でもひときわ目立つこの大きな木はバオバブという木で、この木の実はハッザベ族にとって貴重な栄養源になるそうです。It has a vitamin C, which is better than orange. So here we don't have orange, but we use baobab fruits as a choice to get vitamin C. Especially it's good for babies because their mothers can make porridges for their babies through baobab fruits. Yes, they break them or they grind them above the stone and they get flour from this. これがバオバオフルーツっていうことで、ちょっといただきます。食べれるみたいですね。中にね、種が入ってて、すごいパサパサなんですよ。あ、でも美味しいです。なんかアメちゃんみたいな感じで、長いこと酸味と甘みが口の中で広がっていくっていう感じで、すごく美味しいです。彼女たちが掘っているのはブッシュポテトと呼ばれるサバンナに自生する芋で、中には多くの水分を含んでいて、狩りに出た男性たちにとって水が手に入らない状況で貴重な水分源にもなるそうです。こんな感じです。もっとポテトみたいな感じじゃなくて、すごいみずみずしいって感じですね。なんかフルーツとジャガイモの間みたいな感じです。でもすごいジューシーな水が口の中に広がるっていうのは確かにあります。でも結構苦いです。定住せずに移動しながら暮らす生活スタイルのハッザベ族は、移動するたびにその場で新しく家を建てます。そしてその家を建てる役割を担うのが女性たちだそうです。男性と女性めちゃめちゃ生活が分かれてるなっていう感じで、男性が女性のために何かするっていうこともなく、女性が男性のことに何かするっていうこともなく、で彼女たちはですね、全員親戚とか家族関係もなく、普通に仲いい友達たちが集まって生活してるっていう感じで、すごい興味深いですよね。
これがですね、ハッザベ族が作った家ということで、で、1時間ぐらいで作るですごいですよ。で、お邪魔します。わーお。見てください、ビューティフォー。折々によってこのね横にある緑をですねこう入れたりっていうね変化させていくっていうことみたいなんで、まあでも寝れるかねこれ。ハッザベ族はですね、基本的に一夫一妻制で、離婚に関しては全然しても OK みたいで、たまに男性同士で奥さんを交換するってこともあるそうです。What kind of man you get more attractive? Right. 一方で子供たちは若い頃から親元を離れ、別の大人や仲間たちと過ごしながらサバンナで生きていくための知恵を学んでいくみたいです。しかし近年では町の学校へ通うために部族社会を離れて暮らす子供たちもいるそうで、今伝統的な学びと近代的な教育、その2つの世界の間に立たされているみたいです。Do you want your kids go to school? Just up to them. Are you interested in going to the school? Kuwa kukuona kwenye kukuona icheshane ona huku. Abawata ona kuku Karimu. Ndio shule yako kwa boko ona kuku. Vale. Alright. So, are you interested in like modern society, which is like phones and the computer, game, those kind of things? Ono kuku onobamia kwata ata kuku. Ata eta kojua kuku ashilanga tu shina be adane be kuku akasama be cricket ibe kuku pame onunya kwata ata kuku na usepa adi. Okay. ハッザベ族のね人々はですね基本的に、4人から5人子供を産むみたいなんですけど、見てもらったら分かるようにこの環境栄養失調などの原因でですね半分は命を落としてしまうみたいです。ハッザベ族の暮らしには農耕がないため、食べるものは今日採れたものを今日食べる、ただそれだけ。だからこそ狩りの出来一つでコミュニティ全体の命が左右されるのです。今回ですね、これ取れたっていうことでこれをちょっといただいてみたいなと思います。サーモン豪華です。これが今日捕まえてくるってことで結構ちっちゃい、It's very small.そう、今からですね、このブッシュベイビーをちょっといただきたいなと思います。今最中にしてます。こんな感じになってます。今日取れた獲物の一つですね。鶏肉が硬い版みたいな感じ。結構注意で硬いんですけど、でも全然普通にブッシュベイビーって言わんかったら分からへんです。居酒屋に出されたっても分からんと思うんです。美味しい。なんか彼ら見てるとですねすっごい今を生きてるっていう感覚なんですよね。だからこそねこの環境で他者は他者ではなく自分は自分ではなくこのコミュニティ一つが一つの命みたいな。ハッザベ族の中にはですね長老とかもいないですし、なんかみんな平等で乗り越えていくみたいな生きていくみたいなそんな感覚なんですよね。
さておはようございます、今日はですね狩り行ける最終日っていうことで、今日こそ獲物であるヒヒを取りたいですね。 How do you guys find the baboons? Aku kata koko, ko biti ko ikwa sana koko, ko sanga tota koko, ko yasa uga ko ikwa, opukwa besa ko ne ko ya chokweta ko ngai. Chokweta kaya ko sakeme ngababe aku ya faka cho atibi ko sakeme ondoji bi kongolo bi embele bi. Ko ya chokweta ota opukwa besa koko ne eko. 今日はですね、ヒヒの縄張りへ潜入するということで、危険度はより高まります。彼らとははぐれないよう慎重に狩りを進めます。飛び交う矢にも注意しなければ、一瞬の油断が命取りになりかねません。Kokolete aku abe kuku caca. Caca. すごいところだ。この犬が走っていってそれを追い回すって感じ。バブン、おいやバブン発見みたいです。バブン発見。逃げられたんか。やっぱほんまやばいぞ。このサバンナでは水は簡単に手に入らないってことで、でも水を飲まないと僕たち自身が脱水症状に陥る危険性も高まります。はい、皆さん今狩りの途中でめちゃめちゃ喉乾いたんですけど、見てください、水の飲み方すごいですよ。体大丈夫っていう水の色してるんですけど、それを平気にチュッチュチュッチュ飲んでるって感じですね。すごいな。これ絶対僕らが飲んだらお腹壊しますよ。走りすぎてもう正直気分悪いです。何回もうってなりかけました。やばいわこれ。今まで一番過酷かもしれんなこの狩り。バブン発見ですねこれ。来たぞ。来た。On top of the tree? Yeah. Yeah. あそこや。バブンあそこやぞ。今ですね、バブンを挟み撃ちにしたっていうことで、反対からも行きの反対からも行きの犬がこう彼らをこう挟み撃ちにしていってるって感じで、その後に人間がついていってみたいな感じです。Oh, you got one. Oh. Kuya koko.
Ilo semua. Ya, koko. Nako asuko sa koko. Koko kuat katete. Nako fui kuat katete koko warango. Wah, baru cakap. Pigi. Wow. Nama pigi.さて今なんですけど毒の矢を打って毒が体に回るのを待ってみたいです。そんで完全に死ぬのを待ってるみたいです。で完全に死んでから、取りに行くということみたいでまだピク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 動いたりしてるんで、毒が回ってなかったら危険ということでちょっと待ってる状態みたいです。そう皆さん、今回取れたのが、2匹のバブーンということで It is male. Mea koko Male and kids. Baby. 見てください皆さん、人間の手と一緒ですよ。こんな感じですごいな。でちゃんと爪もあるし爪もめちゃめちゃ長いです。見てくださいこの大きさ。めちゃくちゃ重たいです。Ubawa saya kuku, ubai saya. Mea koko cecana kwa.皆さん見てください。犬もですね、これバブーンにやられてめっちゃ傷を負ってるって感じです。すごいな、痛そうやな。これドッグもこれかなりもうみんなもう疲れ果てて寝ちゃってるっていう感じです。Are you guys not afraid of die? Unya koko parango. Mana mana koko koko ta tsan ta ta ulu ta teng ta adon kurpo a. Tang ukuripa aku teman adon. 今いるのはまさにヒヒの縄張りで、犬がね、僕たちを守ってくれてはいるものの、仲間のヒヒが仕返しに襲ってくる可能性があるため、ここでゆっくりしている時間はありません。拠点まで早足で引き返します。はい、皆さん、念願のバブーン捕獲成功ということで、いやめちゃめちゃきつかった。もう体も傷まみれやし、顔も傷まみれで、昔野球部の時に階段ダッシュ100本した時と同じぐらいきつかった。ほんまきつかった。でも帰ってきてもう足がですね、こうでも痙攣しちゃうぐらいもう筋肉パンパンという、上りもありの下りもありの今まで一番過酷な、ハンティングでございました。Anggo silangelo silangelo ensalo no dasuka de kafumabu nadi gamunya la musela la musela udeni kabo bayona。いや今回でも結構衝撃的ですよ。もうほんま人間の体に近い感じなんで、筋肉の感じとかも人間のこの二の腕とか胸の部分とかすごいな、人間そのもの。僕初めてね、モロッコで犠牲祭であれ牛だったんですかね、牛の解体を見て、その後ちょっと数日間食べ物が喉に通らなかったっていう初めての経験があるんですけど、いかにこう命をいただいてる大切さというか、食べ物の大切さっていうのをその犠牲祭から何回もこういうね食べ物を解体するシーンを見て
自分が食べるものを見て、まあちょっとねシェアしたいなと思うんですけど、これがねめちゃめちゃ旅の素晴らしい一部なんですよね。As well as this, Janjaya koko. He got injured? yeah, From what? leopard. Leopard? Leopard? Pagahaman ako. How do you become leader? Aboya koko sana. Kila sefiko. Oh, yes. 彼がですね、この、グループの中で一番、年齢がですね、上ということで、年齢が一番高い人がバブーンのたまたまの部分を食べるとのことみたいです。バブーンの玉を食べさせてくれるということですごいですよ。見てください。真っ白で結構油っぽい感じなんかね。あ、匂いは全然ないですね。ということでお猿さんの玉いただきます。Very good。意外とめちゃくちゃ美味しいです。すごい油食べてる感じで、臭みも全然ないです。普通に全然美味しいです。まあでもやっぱりですね、獣の匂いはめちゃくちゃするなっていう感じですごい匂い。So why baboon is most valued? Uni ako kuko ugotok uni ako kwena wata ulube chita wata ulube iba ikiko iba chipa ana iba kwa boko ako ankoloko anako upuko ina upuko今食べてるのが皆さんこれでございます。手でございます。すごいコリコリで噛み応えがあるジューシーなお肉、うまい。正直めちゃくちゃ美味しい。いや、なんか誰が取ったんとか全く関係なく取ったものをみんなでシェアするっていうのがめちゃくちゃいいですよね。取れたヒヒは余すところなく全て食べます。そして剥いだ毛皮は彼らの衣服となるのです。はい、ということで皆さん今ですね、本格的な夕食の時間ということでみんなこうやってねよそで食べてるって感じです。見てください。これがポレンタと今日取ってきたバブンです。猫。ここ。samaここ。Thank you。正直皆さん、僕牛とか鳥とか豚とかいろんなもの世界で食べてきてたんですけど、多分この猿が僕一番好きかもしれないです。それぐらいうまいです。で、これポレンタなんですけど、ポレンタもこうやって手でねみんな掴んで食べるっていう感じなんですけど、餅みたいな感じでほんまに、しかもこのバブーンと餅の組み合わせ最高です。Some people, you know, like think about eating monkeys, oh, you know, but what do you think about that? 美味しいやろみたいな、そういう感覚で話してくる。なんで僕食べてめちゃくちゃ美味しいって実感してるんで、もう食べてるから分かるやろみたいな
アイランが気にしないみたいな、めちゃめちゃ興味深い。すごいそういう感覚で話してるような感じします。What's the most important things for you guys? Manaketa aku ni apa atibi. Kui. Okay, kuku. Kai kuku. Hama oti onu wakashana kabochana kalimu kuku. Kuku seme kuku. Ancha. We have been asking them so many questions, but all the same, Ethan survived. Exactly. That's the most important thing, right? ハッザベ族には独自の精神文化が今も受け継がれており、太陽を意味するイショコ、そして月を意味するハイネに日々祈りを捧げ、月は彼らにとって最高神とも言える存在で、満月の日には今日という一日を生き延びられたことへの喜びを歌と踊りで分かち合います。今回ね4日間ハッザベ族と共に生活してみて、僕の中に眠る本能的なものがすっごい揺さぶられた感じ、いい刺激になった滞在になりました。まあでもですね、近年ですねハッザベ族も問題を抱えているみたいで、その一つがですね外部との関わりの影響によってそのね彼らが持つ伝統が少しずつ変わり始めているということ。観光客や外部の人々との交流が増えるにつれて、アルコールやタバコが贈り物として持ち込まれるようになり、これまで伝統的な暮らしの中にはなかったお酒を飲む習慣が入り込んだことで、子供たちに悪影響を与えているそうです。彼らのね平均寿命を聞いてびっくりしました。平均寿命33歳から37歳ということで、つまり僕の年ちょっと上ぐらいで亡くなると。Actually, their lifespan right now is decrease. So the main problem that can cause them not to live long actually might be tobacco, because a lot of them are suffering from lungs problem. Yes. So you can meet a boy maybe or a girl who is under 18, and he or she is smoking tobacco. So you can imagine after 15 years how his or her lungs will be. Sure. Yeah, that's why they die early, and the environment is not good anymore nowadays. Dust during the night and early in the morning is very cold, so they don't have blankets. So you can see to survive longer is going to be difficult nowadays. Right. そしてもう一つの大きな問題が土地の減少。ハッザベ族が食料を得てきた半乾燥地帯では近年農業の開拓が進み、その影響で野生動物の数は大きく減っていったみたいです。さらに開発企業やサファリ観光の拡大によって彼らが暮らしてきた土地は少しずつ奪われ、争いを好まないハッザベ族は居住地を追われるように移動を余儀なくされてきた。その結果、かつてのように狩りをすることが年々難しくなってきているそうです。But on my side, actually, I like them to protect their culture because this is one of the unique culture right now. Yeah. Because this is the only tribe that remain in the world that they do hunting and gathering only. Mm-hmm. So I would like to see it days and days in the future, after 10 years, 20 years. So we want also our kids or our new generation also to see Hadzabe people. でも彼らの生活を見てるとですね、笑顔の多さ、そして本来人間の生きる目的って超シンプルなんだなって感じる。そして長生きするより彼らのように一瞬一瞬を全力で楽しむ方がより重要なんじゃないかなとも考えさせられてしまうんですよね。そしてこれこそがですね、僕たちの先祖が行っていた生活そのもの。現代ね、あらゆるものが便利になっていって、その反面本来人間が持っていた生きる目的みたいなのがね、少しずつ薄れていってるんじゃないかなってね、彼らと共に生活してて感じます。 Are you happy with this life?
kuku kuku no hlatene amachana amahlana kuku ina ashapo ema ayetsaku 彼らの暮らしには物の豊かさはないけど、そこには人間が生きていく上で忘れてはいけないものがあることに気づかされました。もしかすると本当に大切なのはより多くのものやお金を持つことではなく、隣にいる人と分かち合い、愛し、時には声を上げて笑い合うこと、そして自分たちを生かしてくれている自然に祈りや感謝を捧げることなのかなとも考えさせられました。皆さんにとって生きていくために必要なものは何でしょうか。動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。アディオース、ハッツァベ。